Un seul? D'accord. Avec ça, madame.
いただきます。いただきます。うわ、美味しそう。うひひ。とろとろやね。よいしょ。ピヨーン。よいしょ。ピヨー。美味しそう。これも食べよう。どうぞ。
ただきます。
はいどうぞ。美味しそう。よいしょよいしょよいしょ。うわー、すごい美味しそう。わーお。はい、ではどのようにいただけばよろしいでしょうか。もうしゃぶしゃぶなんでとりあえずきのこを入れちゃうけど、はい、きのこを入れてちょってやってる間に、しゃぶしゃぶとでなんか表面が色が変わればいいんだって。へえ。しゃぶっていうのは。なるほど。で、はい、しゃぶしゃぶっとするには、はい、これをやってね。あ、なるほど。しゃぶしゃぶ。鯛しゃぶ。鯛。どっか美味行った。しそうだね。こんぐらい色が変わればもういいよ。はい。はい。という感じですね。はーい、じゃあいただきます、はい、僕も。はい。まあもう直箸でどうぞ。菜箸もありますけど。ありがとうございます。タイでしゃぶしゃぶなんて、俺日本でもそんなにやったことないような気がするんだけど、メジャーなのかな。そんなメジャーじゃなさそう。あ、そわかんない。ブリしゃぶはあるけど。でもどっちも日本でやったことない。そうだよね、日本でもそんなにやらないよね。なんか高級な、料亭とかのイメージじゃない？うん、美味しい。お刺身とはまたちょっと違っていいね。っていうか、トゥーさん、気づいたけど、マミチンも、今日はお酒じゃないの？あ、そう、今日はね、休館日ですから。あ、最近ね、気をつけてらっしゃるんですね。そう。最近はもういい大人だから、休館日を作ることにしたの。前はほぼなかったから。体調子いいでしょ？体も調子いいし、お酒が楽しみになるより。ああ、なるほどね。より楽しむためにやってるのね。別にお酒をやめようと思ってるわけじゃないんだ。まあそうだろうね。やめられない。全くやめる気なんかないんだけど、美味しいからね。でもたまだとよりありがたみがある。なんて美味しいんだって思う。素晴らしい。ブリもいいけどタイもいいね。ブリの方がタイよりも高い。高いです。っていうかあんま見ないもん。そうね、そうだね。買えるところもかなり限定されるし、美味しいけどね。冬といえばブリ。わかんない。みんなフランス人もそう思ってるのかな。どうなんだろうね。でも高級魚だよね、明らかにね、値段的にね。いやすごい。だって、アジなんてキロ11とかなのにさ、ブリはキロ43とかだったよ。43？確か40いくつかだ。オマールみたいな感じだね、もうちょっと。オマールほどではないか。いや、わかんない。オマールは。オマール級。オマール級よ。日本だとタイとブリどっちの方が高級なの？でもタイって結構高級でしょ、日本。どっちなんだろうね。スーさんはどのタレが好きですか？難しい。意外と、そのなんかピーナッツじゃない、なんだこれ。なんてだっけこれ。まあごまと言いながらピーナッツ。そう、それが美味しかったかも。私はおろし。スーさんね、大根おろしって大根があんま好きじゃないからな。知ってる。私好き。それも知ってるよ。昔は好きじゃなかったけど。あ、そう。いつぐらい好きになった？大人になってから。大人って何歳？わかんない。いつの間にか。あ、そう。でも別にすんごい好きでももうおでんの鍋底大根とかいう感じじゃないけど。だってブリで言ったらブリ大根じゃん、やっぱり。なんかね、煮魚がそこまでわかんない。今食べたら好きなのかもしれないけど、煮魚に子供の時はすごい好きじゃなかったから、煮た魚と煮た大根とかすごいうわーって感じだった。で、つゆさん野菜も食べなかったんでしょ？野菜もあんまり食べなかったんでしょ？子供の頃。そう言ってたよ。お母さんがそう言ってたよ。じゃあお母さんがお手紙が来たもんだって。あんなに野菜を食べなかったつーさんが今では実家に帰ってくると野菜が足りないというようになりましたっていうお手紙が来たよ。あ、そう、そのお手紙いつ出してるのね。あ、そう。そうよ。違う、なんか人が食べる前から食べなさい食べなさい食べなさいって100連撃が来るから、それだけでお腹いっぱいになっちゃうんだよね。ただそれだけだと思う。あといつもなんかこれは高いキュウリだから食べなさいとかいう謎の理論をかまされるから高いキュウリってなんだよってすごいいつも
子供の頃いつも思ってた。確かに。何高いきゅうりって5000円ぐらいする。すごいね、高いきゅうり。また怒られそうだな俺これ、そうだね。まみちゃんは、子供の頃にできなかったけど大人になってできるようになったこと、もしくは子供の頃はできたけど大人になったらできなくなったことなんかある？苦手になったことみたいな。鉄棒？鉄棒？鉄棒って子供の頃できたでしょ？今やったらできないのかな？多分できないな。逆上がりとか？ってすごい思ったんだけど。そういうことじゃないの？いやもうそういうことでもあるよ。確かに。でも、前にびっくりしたのは、久しぶりにブリッジやろうと思ったらできなかったっていう、だから手ついてやるやつ、ブリッジ、でもしばらく柔軟やってたらできるようになったから、気づいたら体めっちゃ硬くなってんだってね気づいた。そうよ、私もそう思う。私だってすごい柔らかかったの昔。今でも柔らかいじゃん結構。もっと柔らかかった。あとは昔は高所恐怖症が結構強くって、俺観覧車とかも怖かったの。すごいちょっと穴から見えんじゃん下が、観覧車とかって、それでもすっごい怖いって思ったし、あとなんかジオラマで街がブワーってやってさ、その上にガラス張りになっててさ、歩けるのとかあるじゃん、ああいうのとかでもすっごい怖って思ってたけど、大人になったらだいぶマシになって、逆に閉所恐怖症になった。MRI とかでさ、測んじゃん、中に入れられるやつ、10分ぐらいさ、あれとか本当に気が狂いそうになる。もう怖くて、だからボタン押してくださいってやつ、本当に押そうかな、どうしようかなってギリギリ耐えてるぐらい。私 MRI ってやったことあるのかな。でも人間ドック的なことやったらでも人間ドックじゃやらないか MRI なんて。はやらないよ。そうか。私子供の頃は高いとこ平気だった気がするの。大人になってすごい嫌だなって思いになったけど。そう、嫌だな。でも怖いわけじゃないんでしょ。足が結構怖いよ。そう、食べられるようになるってでもよくない？なんか大人になってさ、さっきの大根じゃないけど、玉ねぎとか嫌いだったから、玉ねぎ白いもの嫌いだからね、食べれるようになったし、玉ねぎがすごい嫌いだった。ツーンってするのが嫌だの多分。辛いじゃん。でも炒めると甘くなるじゃん。それでもダメなの？もう炒めたら甘くなるじゃんっていう気持ちにならない。多分もう嫌じゃーって思ってるから。じゃあもう本当に使わないってこと？料理でも？こんな覚えてない。もう子供のことの子供ってなんだっけ。でも抜いてた可能性はあるよね。どういうこと？料理作るのに？そう、子供だから料理は作らないのか、別にそこまで。昔から料理作ってたの？なんかね、小学校のところはね、ケーキとかクッキーとか作ってた。全然今作んないじゃん。そう、あの頃お菓子ばっかり作ってた。そのマミコじゃあどこに行ってしまったの？それ多分入れ替わったんだと思う。何が得意だったの？わかんない。結構いろいろ作ってた。お友達のお家で変わるガール作ってたの確か。昔私は赤毛のアンがすごい大好きだったから、アンのお料理ブックっていうのがあって、それはなんか文字しか書いてないからどういう風に出来上がるかとかわからないわけ。だがしかしそれですごいいろいろ料理をしたりとかしてたわけ、果敢に。でそれで、シュークリームを作ると思ったんだけど、全く膨らまなくてせんべいみたいになっちゃった。あとフレンチトーストを作るって言ったんだけど、出来上がり図も食べたこともないからどういうものか分からなくて、なんかすごい多分焼きすぎちゃった卵をね、だから卵焼きみたいなパンにだけど、でもうちの弟はシュークリームのやつもこれせんべいうまいねって言ってこのせんべいうまいって言って食べて。どういうこと？シュークリームがせんべいになるって。だから膨らまないのよ。そのまま膨らまってなっちゃって。かわいそうに。とか分かったな。シュークリームでもそんな子供に作れるぐらい、一応でもできなかったもんね。シュークリームって結構難しいんだよ。難しいよね。でもほら赤毛のアンになりたくてしょうがなかったの。赤毛のアンってそんなになりたいような感じだったっけ？だってそもそもみなしごじゃん。そういうことじゃないの。どういうことなの？なんかこうグリーンゲイブルスとプリンスエドワード島のキラキラそれはまあわかる。キラキラキラっつって。なんだっけ友達。ダイアナ？そうそう。金髪の黒髪だよ。黒髪なんだっけ？ダイアナ黒髪。ダイアナ黒髪だったっけ？金髪の子いなかったっけ？いません。
やばい、全然読めてない。何それ、小工場とかそういうこと？赤毛のアンの本すごい欲しくて、すごいお年玉で買おうとしたりとかしてたね。そうなのよ。あとなんかハート型のクッキーとかさ、あの頃はまだ可愛かったね。私も。もう今ハート型のクッキー作らないの？別に美味しければいいか。なんでハート型にこだわらなきゃいけないのかがわからない。そう。じゃあつーさんもおろし使ってみようかな。結構辛いピンとくるよ。ピンとくる？大根おろしの辛みと柚子胡椒の辛みのドッキングだから。柚子胡椒も入ってるんだ。すごいね。大人の味だねこれは。なんか大人だからな。辛い。辛い。そんなに？辛い。まあ大根の部位にもよるよね。大根に部位ってあるの？何言ってんのつーさん。大根は上の首の方は甘くて下の方は辛いんだよ。そうなの？初めて知った。そうなの？それ一般常識？本当に？多分世の中で知らないのはつーさんだけだ。つーさんだけ？本当に？そうだよ。だから辛い部分はおろしとかに使うとすっごい辛くなっちゃうから、煮物とかに使ったりとか、逆に上の方はおろしに使うと辛くなくて甘いからとか。知らなかった。なみちゃんすごいね。何でも知ってるね。常識だけどそれ常識ですよ。本当に？ならなかったな、その常識。きゅうさん意外なとこ知らないからね、いろいろ。意外？そうかな。絶対それ知らなかったですっていう人いると思うよ。他にも。年末って感じだね。この鍋とかやってると。まあ冬は鍋よね。鍋考えた人ってすごいよね。偉い。まあでも煮るっていうただそれだけじゃない？なんかまあそうなんだけど、そのままつついたら鍋になったみたいな。分かんないけど。最後じゃあどうぞ食べちゃおう。ここにあげちゃおう。はい、これどうぞ。よいしょ。この出汁でおじやとか作ると美味しいんですけど、プーさんは最初からご飯を食べたいというからご飯を出しました。締めのご飯あった感じ？これもしかして。それは普通鍋って言ったら締めのご飯だよね。ここから締めのご飯入るの？まあでもつーさんはこう先食べちゃった。みんなが楽しみにしている。みんな？そうだよ。世の中の人はみんな最後の締めご飯だよ。そうだね。やっぱ鍋の醍醐味はこの締めだよねってケンジとかも言ってたもん。ケンジね。最近も学習してるからね、かなり。まあしょうがない。つーさんはそういう見えあれだから。すごいディスられてるつーさん。食べた。タレがいっぱい余っちゃった。明日も鍋かな。タレを消費するために鍋。ちょっと今度鍋の具が余るから今度。ネバーエンドじゃん。はい、今日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。